サティスファクション。ゴリラゴリラゴリラ燃えるアクション。ゴリラゴリラゴリラザング新銀河紀元86世紀、人類をはじめとする宇宙の人々はギャラクスペースと呼ばれる特殊大気圏アクーゾーンに高度な文明を作り出し繁栄の一途をたどった。だがそれとともに悪の組織も栄え、クライムと呼ばれる国家をしのぐ巨大な犯罪組織が生まれた。ギャラクポリス機動局長官マンディは続発する巨悪犯罪の陰に悪の組織クライムの存在を知り、その摘発と壊滅に6人のプロを選びグループを結成した。これはその秘密特別機動隊暗号名ゴリラの活躍を描く物語である。ランドベースタキオムに接続されたブースターを単に破壊するのは簡単ですが、現在このブースターを罠として利用するプログラムを進行させております。何者に対して仕掛けた罠なのだ。最近我がクライムの非合法プロジェクトの達成率が 2.3% 減少しております。これは我が組織に対抗する者の存在を暗示しております。それを仕留めるための罠か。データが不足しているため、その者たちが罠にかかる確率を算出することはできませんが、しかしどのようなネズミがかかるにせよ、連邦に組みする者を減らすことは組織にとってプラスにこそなれマイナスの要素はありません。理屈だな。だがネズミというより連邦の犬というべきだな。それとも昨日27ゾーンに発生した重力ポケット現象は最高瞬間重力 18G を記録し、その影響によりタキオムランドベースでは重力バランスが崩れ、バクサス B に向かって沈下が続いております。市民の救出は続けられておりますが、タキオム内には依然多数の負傷者が残されています。このままではタキオムは8時間後にキャパシティゾーンを突破してしまうため、連邦政府は緊急対策として超大型ブースターの使用を決定し、現在取り付けが行われています。ランドベースが落っこちるとはね。いやー、怖い怖い。まさかこれもクライムの仕業じゃないんだろうな。あらベビーフェイス、そう何から何までクライムのせいじゃないわよ。ちょっとクライムアレルギーじゃないの？その通り。今回は純粋に自然現象の仕業だ。教授のデータではクライムの動いた気配はない。ただし今のところはだが。キャプテン、今の言葉最後のところが気になりますね。いや何、この災害を利用してクライムが動きを見せる可能性があったんでね。だが教授の分析でもその可能性は 5% に満たない。我々が出動するほどのものじゃない。まあまあいいじゃないの。マンディ親父からだってまだなんとも言ってこないんだから。さて、なんか面白いプログラムやってないかな。おっと、マリア、昨日風邪ひいちゃいました。だから罠の頭が赤くなっちゃって。かわいい。ねえねえスーパースター、そう思いません？君とは女性の好みに相当なギャップがあるようだな。ねえキャプテン。俺ともな。あ、セクシー。ああ、ジェットってそういう趣味。バーベビー好きだよね。そうだ、スラングルの予備のパーツを整備しなくっちゃな。はあ、いいもんいいもん。可愛らしい方ですね。え、本当アイドルそう思う？やっぱりな。お前ロリコンだったのか。どういう意味ですか？総司令部から通信です。接続します。準備は終えておるな。はい、総司令。これより5分後に作戦を開始いたします。よし、だがこれだけは忘れるな。お前の任務はあくまでブースターを破壊しタキオムを墜落させる。
トラップオペレーションが二次的なものだということをな。はい。隊長、どの噴射口に侵入させますか？どれでも同じだが、さて最初に噴射するのは外部作業終了。原子炉を作動させてください。安全弁解除しました。臨界点に達するまで75分。最初のジェット噴射から6機目の噴射までにかかる時間が20分か。ギリギリだがキャパシティゾーンを突破せずに済みそうだな。炉内の圧力は最大値を保て。よし、射出しろ。ブースター内に何か侵入しました。何？バカな、こんな時に。大変です。侵入物から多量の爆発物の反応があります。なんだと？ギャラクポリスに連絡するんだ。急げ。実証。いいから君たちは脱出したまえ。私は爆発物を処理する。今までのデータでは各方面から分析してみたが、プライム介入率は高いものではない。そうか。だが私にはどうも嫌な予感がする。教授、あんたは直感ってやつをどう思う？直感？データの収集率が低い場合に利用される独特の認識力だと思うが。そうだ。それによると我々にはどうもクライムが。こちらマジシャンだ。教授、そこにキャプテンはいるかね？私だ、マジシャン。このタキオムランドベースでは電子精密機械の開発を進めていたらしい。教授、タキオムが計画していた販売網のトップシークレットデータを送るよ。これで分析結果も違ってくるだろう。タキオムにクライムが介入する確率は 80% を超えた。右がクライムカンパニーに所属していると推測される企業の販売ネットワーク、左はマジシャンのデータ。なるほど。タキオムが計画した販売網がクライムの企業を刺激している形だな。チャンス、大変なことになった。よう、これはマンディ長官。タキオムで何か起こったのか？よくわかったな。タキオムに取り付けられたブースターに爆弾が仕掛けられたのだ。なんだって？その処理を君たちゴリラチームにやってもらいたい。まだタキオム市民の救出は完了していない。ブースターが破壊されればキャパシティゾーン突破を防ぐ手段がもう残されていないのだ。しかしドク、ブースターを破壊するだけなら簡単なはずだろう。いや、それが特殊部隊の出動を想定し、その壊滅を企んでいるらしい。これから出動するとタイミングが悪いな。最初のジェット噴射をブースター内で体験しなければならなくなるな。そうだ。その上でクライムの罠を打ち砕かねばならない。それでも君は出動を命令するのか？私がゴリラチームに無理でない仕事を依頼したことがあったかな。負けたよ、ドクマンディ。ま、やるしかないな。ありがとう。マジシャン、お聞きの通りだ。我々もすぐ行くが、それまでにタキオム周辺を調査しておいてくれ。ガッテンテン。今回の作戦はどんなにうまく進行させても6分の1の確率で炎に焼かれてしまうんだ。だから私はこの任務を強制することはできない。キャプテンたら深刻ぶって、こういうスリリングなのもいいものよ。それに
憎まれっ子世にはばかるってこともあるし、そう簡単にやられることはないでしょう。おい、憎まれっ子ってもしかして俺のこと？あかり。やっぱ好き好んで入るところじゃねえよな。セクシー、どのブースターに仕掛けられているかわかるか？さて怪しいとこはどこかな。かすかな反応があったわ。7時の方向よ。よし、6分の1の確率。ロシアンルーレットオペレーション開始。ミッションアウタースペーススラング。間もなく中心部に到着する。ベビーフェイス、スラングチェンジだ。オッケー。まるでクモの巣だね。俺たちは虫かよ。お？待て、ジェット。あのメーカー自体が爆弾だ。自爆メーカーか。ちっきしょう、どうするキャプテン。かかったな。よし、絡み取って爆破しろ。何事だ。それが電波が乱れてリモートコントロールができません。何？電波か乱成功。しかしもうすぐ一発目が噴射する時間だな。どうにかして下に潜り込めればいいんだが。間もなく一発目が噴射される。みんな衝撃に備えるんだ。だけどキャプテン、一発目がこのブースターだったらどうすんだよ。それは言わない約束でしょ。このブースターじゃなかったみたい。よかったね。よくない。これで動けないわよ。なんとかしてくれよ。やはりな。セクシー、レーザーを使ってはダメだ。あのメカのセンサーは熱と金属に反応していたんだ。ベビーフェイス、君は耐熱性絶縁服を持っていたな。もちろんだ。全然金属が使われてないやつだ。よし、ベビーフェイス、それを着てまずセクシーを救助してくれ。オッケー。セクシー、君はベビーフェイスが救助する間にメカスパイダーの足の関節部分だけを破壊できるようプラスチック爆弾を用意しておいてくれ。オッケー、わかったわ。
ジェットはメカの注意を引きつけておいてくれ。その間にスラングルでセントロスーパーを助ける。オッケー。だけどキャプテン、のんびりしてっと2発目の噴射を食らうぜ。どんなに急いでも2発目には間に合わないんだ。急げば3発目は食らわずに済むだろう。優秀だ。ジェット、あんまり撃つなよ。内部が傷つく恐れがある。心配ご無用。手加減してあるぜ。そろそろ2発目が来るぞ。気をつけろ。のんびりしてられないぜ。こうやって見てるだけというのは心臓に悪い。さあ捕まって。サンキューベビーフェイス。それ。やめて。大丈夫かいセクシー。大丈夫よ。あのメカの足に小型爆弾をセットしよう。オッケー。はい、ベビーフェイス。ほら。いいか、噴射口に接近しろ。ミサイルの雨で型をつけるんだ。よし、3発目が噴射されないうちに全員脱出だ。合点点。ギリギリ。ジャストタイミングだな。ありゃクライムのクラフトじゃないのか。よし。ロシアンルーレットオペレーション成功。クライムのトレッカークラフトは逃亡したが、ジェット、何やってるんだ。このまま逃がしてたまるか。俺目いっぱい頭きてんだから。おいスーパー、乗っけてもらうぜ。止めても無駄のようですね。おいジェット、反動吸収装置も外しまったのか。あんな重いもんつけていけるか。ほら早く早く逃げられちゃうじゃないかよ。スーパースター、深追いするな。隊長、トレッカービークルが一気に追ってきます。くそー、撃ち落とせ。接近しろスーパースター。この程度のミサイルに恐れてちゃゴリラの名が廃るぜ。おっ、よし任せとけ。世話の焼けるロリコンちゃん。消火完了。水力は 2.3% 低下しています。くそ、あのようなビークルを一気に舐められるとは。クライム信号キャッチ。救援ビークルのようです。
よし、スクリーンに移せ。ヘルメッセンジャー。ロシアンルーレットオペレーション成功。ランドベースタキオムの危機は回避されたが、いつもの病気もあったようだ。マンディの秘書ドロシーが何者かに誘拐された。またクライムの仕業か。くそ、どこまで汚い手を使うんだ。救出に向かった我々ゴリラチームはとんでもない世界に紛れ込んでしまった。次回、アクー大作戦スラングル Take your chance next time!